どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。ついに iPhone 14 Pro 届きました。歓喜。はい、ようやく来たって感じなんですけども、久々に今回ですね、配送じゃなくて Apple Store 渋谷で受け取りに行ってきました。待ちながらね、リンゴジュースを飲むというのをね、Twitter に載せたんですけども、ほんと1日ぐらいね、ですけども、がっつりね、使いました、今回は。はい、レビューなんでね。はい。新機能も含めてね、いろいろ使ってみたので、しっかりとね、本音で正直にレビューしていきたいと思います。以前はね、iPhone 13 Pro ですね。僕も以前1年間ぐらいね、こちらシエラブルーをね、使ってたので、はい。使ったので、そこら辺と比較しながらですね、14 Pro の感想というかね、そこら辺を分かりやすくね、解説できればなと思ってます。その買うべきかどうかみたいな点もね、本音でお伝えしますので、今ちょっとね、iPhone 高いな、買うのどうしようみたいな方もね、ぜひね、参考になると思いますので、最後までご覧いただければと思います。はい。今回やっぱりね、走ったりとかね、いろいろ頑張ったんでね、ちょっと動画の前にいつも見てるけど、まだチャンネル登録してないそこのあなた、はい、ぜひチャンネル登録と横の通知ベルね、押していただければと思います。初めての方もぜひ。今後もね、iPhone のレビュー動画とか、iPhone 15とかね、今後のことについてとかも、いろいろ動画上げていきますので、ぜひお願いいたします。ということで、早速、始めていきたいと思います。で、まずはね、パッケージですね。化粧箱なんですけども、最近の iPhone の箱はですね、もうかなりやっぱもうコンパクトですね。充電器もね、今もちろんもうなくなりましたし、なんか周りのね、くしゃくしゃプラスチックのね、なんていうの、紙じゃないけど、シャカシャカあるじゃないですか、シャカシャカ。これもね、覆われてないんですよね。はい。なんか環境のこととか言ってますけどね。はい。コスト削減だろうっていうね、ことなんですけども、今回僕が購入しましたのは、14 Pro のディープパープルでございます。はい。128GB なんですけど、この暗めのパープルですね。はい。当たらないんで綺麗に見えないけど、はい。こちらね、非常にやっぱかっこいいですね。デザインとかは、13 Pro とかと同様にですね、側面がね、ステンレスで結構キラキラ、ギラついた感じは、あるんですけども、M2 のね、MacBook Air ね、もうミッドナイトとか使ってるんですけども、そこら辺と同じでですね、やっぱ結構光の当たり方とかで、結構その見え方がね、今回もいろいろ変わるなっていうのが面白いなと思います。暗いとなんで本当になんか黒いね、iPhone に見えたり、いいとかですね。明るいと結構こうパープルが光ってね、美しいっていうね、もう一言でございますよ。はい。スペースブラックとめちゃめちゃ迷ったんですけども、スペースブラックもめちゃめちゃいいです。はい。Apple Store で見てきたんですけど、で、デザイン的には、本当一緒なんですけども、カメラがさらにね、もうめちゃめちゃこれでかくなりましたね。クソでかじゃない、でかすぎカメラか。はい。巨大化してかなり結構飛び出してるなっていう感じはありますね。で、基本的に一緒なんですけど、その画面のノッチ、上の黒い部分ですね、切り抜きって呼ばれるところが、ちょっと下にね、独立してあります。なんじゃそれっていうね。はい。それがね、なんか島にみたいにね、見えるんで、それが結構通知とかによって動いたりするんですよね。で変化して確認できたりするんで、ということでなんかダイナミックアイランドっていうね、新機能というか、はい。で、このダイナミックアイランドですね、動画とか、例えば音楽とか再生しているときに、この黒い部分が変化して、確認できたりとか、できると。これ長押しするとこのなんかね上の部分で、例えば再生したりとか一時停止とか、音楽早くしたりとか、そういったこともできますと。はい、でタイマーとか使うと、リアルタイムでね表示とかもできまして、そういったね、他の操作しながら見えたりもするので、この新しい使い方っていうのはなんか本当に iPhone がねなんかその生きてるような生き物みたいなねように動くので結構面白いなと思いました。一応ね便利ではあるんですけども、ちょっと使ってみた感想で言うと、どうだろう、そんなにそのインパクトっていう意味では僕は感じなかったかなっていう感じですかね。はい。なんであったら便利かなっていう。便利ではあります。もちろんね。で、また今回ですね、画面の明るさがですね、屋外、外で使う分に関しては最大で2000ニットっていう形で iPhone 13 Pro の1000ニットの倍ということで明るさが2倍なんですよね。はい。で、実際使ってみてもやっぱかなり明るいなっていうのを感じました。なんで外でやっぱ日差しが強い状況だったりとか、あとそういった場面でね、撮影したりとか、画面をね、普通に使う分でも見やすいかなと。とはいえやっぱ13 Pro でもね、十分1000ニットですね。標準の明るさっていうところでは普通に使ってる時の明るさは一緒なので、そこまで13 Pro 違ったらそんなに変わんないかなっていうのは正直なね。はい。見比べるともちろん明るいんですけど、ただやっぱ他のやっぱ iPhone とかと比べるとですね、かなりやっぱ明るくね、感じるんじゃないかなと、見やすく感じると思います。今回地味に便利なのがですね、常時表示ディスプレイというね、機能がつきまして、常になんで時間とか、ちょっとした情報ですね、天気とか、画面上ずっと表示してくれるっていうね、
これ地味なんですけど、やっぱ便利かなっていうところはありますね。使ってない時は暗くなるんですけど、その割にはなんか明るくて、なんていうかもう全然外でね見ても普通に見えますね全然見えやすい。で僕の場合はですね、マグセーフとかのスタンドを充電しながらですね、磁石にこうくっつけて充電できるんですけども、なんか時計代わりにこうね横に置いといて使うんですけど、ところもできるんでね、使える幅みたいなのが結構広がったなと思いますね。ちょっと結構言われてる気になる点がですね、そのバッテリー持ち、ずっとやっぱ画面を一応表示してるのでバッテリー持ち悪くなるんじゃないかっていうことを言われてるんですけども、もちろんやっぱ常時点灯してるので、13 Pro とかね、その常時表示しない iPhone に比べるとやっぱりねちょっと充電の減りっていうのは早いような気がします。はい。ちょっとまだ1日使っただけなんであれなんですけども、対策としてはもう本当使わない時とかは、こう画面をですね、下にっていうか置いた状態にすると、それをおそらく自動で検知して、画面ね暗くしてくれるんで、そういった使い方するとか、ただその大幅にすごい減ってるかっていう感じではない、今のところねないので、ちょっとこれも今後もうちょっと検証していきたいかなと思ってます。今のところはそんな気にするほどではないかなって感じですね。気になってたですね、アクセサリーの互換性なんですけども、要するにその13 Pro のケースを14 Pro でね、例えばじゃあ使えるのかっていうところですけども、これ結論言うと使えないです。一応物理的にはハマることはねハマるんですけど、基本ほぼサイズ感は同じなんですけど、なんかずれますね。なんか40用のやっぱりケースは買った方がいいと思います。やっぱカメラ部分がなんか大きすぎてねうまくはまらないんで、使えないです。はい、今回ですね、でちょっと一つケースをね、ちょっと紹介しようと思うんですけども、今後他にもいろいろちょっとね自分で買ったりとかあるんですけども、今回ピタカさんっていうねところから14 Pro のケースをちょっと送っていただきましたので、ちょっと簡単にお話ししますと、こちら超極薄で軽量なケースになってます。はい、100% のアルミド繊維っていうね、なんかどうやら飛行機とかなんか飛行船じゃないわ、宇宙船だあとスーパーカーとかで本当よく使われる素材だそうで、要するに軽いけど強いっていうね、軽量だけど薄いけど強いっていう素材で、実際持ってみると恐ろしくね薄いんですよ。なんだろうな、マジでよいしょと、本当にね薄くて軽いです。で薄さで言うと 0.95mm なんでもう1センチないぐらいで、軽さがだいたい20g か 20.3g なんですけども、以前の一応ねマグイージーケース、今回3なんですけども、前の2よりも、33% 薄くて 27% 軽くなりました。はい、充電速度もなんか薄くなった分ねなんか速くなったみたいですね。14 Pro これね実際つけてみたんですけども、ケースがねなんかついてるっていうね感覚がないです。なんか持ってる感覚としてはなんか裸で普通にねiPhone 持ってるみたいな感じですね。薄すぎてなんかほぼ変わんないですね。はい、本当にね紙、普通のペーパーの方の紙ですねくらい薄いけど本当鉄のようにね強いっていうケースね、触ってみると分かるんですけど、なんかその薄いんだけどなんかそのこの薄さに対しての硬さじゃないんだよね。めっちゃなんか強そうなの。すごいなんでね、ケースがこうできるまでもかなりこの検証とかねいろんなこうプロセスを得てできてるというね、こんだけ薄いのにさらにマグセーフ充電っていうのね、対応してまして、磁力っていうのもかなり強いので、ケースつけたまま、そのアクセサリーつけたりとかマグセーフで、充電ですね、磁石でカチッてくっつけて充電とかできるんですけど、で触り心地も結構サラサラして気持ちいいんですけど、心地よいですね。なんか持ってても心地よいって感じ。なんかちゃんとグリップ感もあるしっていうところで、結構、iPhone 14もねやっぱ高いんで、そうしっかりやっぱ裸に近い感覚で守りたい方には結構おすすめかなと。気になる方はね一応概要欄にリンク載せてますので、ぜひちょっとチェックしてみてください。一応13 Pro 用とかもありますんでね。ということでちょっと戻りまして、こっから一応気になるカメラ性能ですね。13 Pro と一応今回一応比較しながらねいろいろ検証してみたんですけども、まずは普通にね広角カメラの方で何気ない感じで普通に撮ってみたと。はい、何も気にせず。さてじゃあどっちがねこれ14 Pro 撮ったものでしょうか。はいこれわかりますか？正直僕には、違いがよく分かりませんでした。はい、分かる方すごいと思うんです逆に。続いてこっちは、14 Pro は、48メガピクセル、4800万画素のカメラ乗ったんですけども、普通に撮るときはこれ一応1200万画素なんですよね、今まで通り。というのもそのプロローモードっていうね、プロ向けのモードみたいなのにすると、4800万画素になりますと。で一応そっちでも、さっきの1200万画素だったんですけど撮ってみましたと。どうでしょうかね。でパッと見た感じは正直にあんまりわからないかなっていう
のが印象かなっていう感じなんですけど、ただやっぱその拡大とかしてみると、例えばじゃあこの細かいねなんか水滴とかその描写とか表現とか、やっぱり単純にやっぱ解像度は高いので、細かい部分はね非常にやっぱ綺麗かなと思いましたね。ただやっぱ変わった点で言うと、望遠とかですね、ちょっとやっぱ遠目のものをちょっとズームして、見る、撮る時にはちょっとなんか綺麗になってるなっていう感じはしました、目でもね。で一応夜の場面とかもいろいろ試してみたんですけども、結構光がね少ない環境とかでも本当に結構バチッとはまるとめちゃめちゃ綺麗に撮れますね。はい。やっぱりノイズを下げる、ノイズがね乗らないようにやっぱ1200万画素とかで、自動で撮ってくれたりするんですけど、どうですかね。はい。あと一応インカメラも試してみました。あんまり見た感じはねどうですかね、変わらないように見えるんですけど、僕もちょっとね顔がこの時死んじゃってるんですけど、はい。どうですか、なんか13 Pro の方が見た感じ綺麗に見えるんだけど、どうですかね。はい。皆さんぜひねどっちがどうなんだみたいなところもコメントをいただければなと思います。ここからはね一応動画性能いきます。どっちかっていうと写真よりはこっちの方が僕は進化してるかなっていう感じはしました。ということでまずはシネマティックモードなんですけども、この13シリーズから、搭載されました、映画みたいに後ろをちょっとぼかして撮ったりとか、こうピントをね合わせたり外したりとかそういったものは撮れるんですけども、一応14 Pro から、4K、対応しました。で13 Pro と一応比較してみたんですけども、で14 Pro の方が比べたら綺麗かなっていうのはあるかなっていうところ。はい。4K なので少しやっぱ背景のボケとか、4K なので全体的にやっぱ綺麗な感じはありますし、背景のちょっとボケとかもなんかやっぱ新しい14 Pro の方がちょっと自然にボケてるっていうね、13 Pro はなんかちょっとこうなんかぼかしてるっていうね、なんか人工的にやってる感じが出るのかなっていうのを思いましたけども、でもねそんな変わんないかなっていうところはありますよね。ただやっぱ13シリーズしかね、13の iPhone からしか俺は使えないので、シネマティックモード自体がやっぱすごい便利かなと思いますね。簡単にこういい感じの動画撮れるんで、一応さっきこのピタカさんのねやつを話したと思うんですけども、 AirPods Pro のケースもね提供してもらったんですけども、こっちの詳細今度紹介しますが、 4K だとねでもやっぱかなりねこうハマると綺麗に撮れるなっていうのをシネマティックモード思いましたね。結構ほんとボケ感がねサクッとなんか手持ちで撮ってね、この感じのクオリティ結構すごくないですかこれ。鳩がねこういい感じにピントあったり外したりとか、こんな感じでねもう手持ちでさって撮っただけなんで、これでもねやっぱなかなかいいかなと思いました。で今回ねやっぱすごいと思ったのはアクションモードなんですけども、最近GoPro のねなんかヒーロー11とかもね出ましたけど、アクションカメラみたいなすごいなんで強い手ブレ補正機能みたいなのが、iPhone の中にも入ったというところで、これ結構面白いですね。思ったよりブレないというか。で一応 iPhone まずはiPhone 13 Pro と一緒にこう持ってねこうやって並べて走ってみたんですけど、途中から、ちょっと最初歩いて途中から走って、で地面にもね結構なんかちょっと段差あって、結構こう縦揺れとかもね揺れまくってるんですけど、これね比較してみると手ぶれが結構抑えられてるっていうのがね分かりやすいんじゃないかなと思いますね。14 Pro の方は結構ブレが抑えられてると、これはなんで割と結構実用的かなと思いました。はい。なんで本当に iPhone の中にちょっと GoPro みたいなのが入ったっていうイメージでいいのかなっていうところですよね。で実際の iPhone のこの撮影の画面なんですけども、実際の使い方としてはなんかね上の方になんか人のアイコンなんかこう走ってるみたいなアイコンがあって、これで一応アクションモードっていうのを切り替えられると。解像度は2.8K までが限界で FPS も確か60かな30かちょっと忘れちゃいましたけど、で 4K はこれ撮影できないです。ただ画角とかはちょっと自由度あるかなっていう感じで、広めにしたりとかちょっとズームしたりとかできますね。はい。ただ若干ちょっと狭めにはなります。で走ってる撮影時っていうのは撮ってる時って結構ブレてるんですけど、これ見てもらうと分かりますかね。はい、めちゃくちゃ結構これやっぱ段差すごくてブレまくってるんですけども、これを実際に撮影したもの、これ途中でもちろん撮影してるんですけど、これが結構すごくて、でさっきの撮影の時の画面に比べるとブレが明らかにやっぱ少なくなってるの分かりますかこれ。なんか GoPro とかのやっぱこのアクションカムですね、 DJI とかありますけども、それを撮った時のなんかこう滑らかなねスムーズな感じで撮られてる感じになってるんですよね。これ結構すごいと思いました。割と本当に揺れてたんで、なのでやっぱこの撮影した後でソフトウェアですね、多分中身で結構滑らかにしてくれてるんだろうなっていうのがありますよね。はい。普通のこれカメラとかも搭載してほしいですよね。
はい、もともと iPhone、手ぶれ補正強いんですけど、なんで本当にねボードとかねスキーとかこれからですね冬になると思うんで、そういったシーンとかでもね結構ね iPhone でちょっと撮ってみたいなと思いました。はい、GoPro とかもいいんですけど、ただねちょっと1個試してみてたまたま分かったんですけど、なんか夜にね暗闇で使うとでアクションモードなんか真っ暗になっちゃいますねなんかわかんないけどこれは、あんまその夜にこう撮るってことはあんまないと思うんですけど、一応こういうのもありますと。ということでここからちょっと使ってみて良かった点といまいちな点をですね本音で伝えていきたいと思うんですけども、3つずつぐらい。良かった点1個目としてはやっぱりね単純にそのデザインというかパープルかっこいいです。はい、横のこのステンレスの質感とか高級感とかやっぱそういったものに関しては重厚感所有欲をしっかり満たしてくれるなっていうのはありますね。黒もスペースブラックもいいですしね、シルバーもいいし、どの色も結構全部ねストアで見てきたんですけど、でよかったね2つ目としてはやっぱ基本的にやっぱ画面かなっていうところで、まずやっぱ常時表示ディスプレイ、その常時表示してるっていうのもそうですし、その常時表示自体も明るいっていうところ、なんで今後ちょっと長く使ってバッテリー持ちとか画面の焼き付きとかもねちょっと気になったりはするんですけども、そこら辺だったりとかやっぱ画面の明るさですね、やっぱ外でも非常に明るくて見やすかったですし、ダイナミックアイランドもやっぱりすごいインパクトがあるってわけじゃないですけども通知とか動いて見るの楽しいですし、最後3つ目としては、さっきみたいなもうその動画のところですね、シネマティックモードとかすごい綺麗にやっぱ撮れたりとか、アクションモードもさっき見ていただいた通りすごいやっぱ滑らかに撮れるんですよね。多分すごいもう手持ちで簡単にそれができちゃうっていう、もうジンバルとかそういった他のものいらないっていう感じで、これ非常にいいなと思いました。使ってみて思ったいまいちな点ですね。ちょっとがっかりした点で言うと、1個目としてやっぱりねカメラかなっていうところをですね、一応4800万画素48メガピクセルのカメラ乗ったんですけども、実際やっぱそれが生きるのって本当プロローっていうモードだし、夜は基本的にはやっぱりね1200万画素で撮るみたいな形になるので、じゃあ普段使ってて13 Pro と比べてですけど、そこまで違うかっていうと、正直わかんないかなっていうところでっていう感じではありましたね。ちょっと期待感が大きかったのもあったんで、その分ちょっとがっかり度も高くなっちゃったっていうかっていうところでって感じですで2つ目としては、デザインに関してもやっぱりもちろんカラーとかそのカラーリングとか見た目の部分がねすごい非常にいいっていうねさっき言ったと思うんですけども、実際やっぱその比較でね13 Pro と一緒に持って使ってたんですけども、やっぱり前から見てるとね、あれどっちが13 Pro 14 Pro だっけみたいな、あれどっちだっけみたいなぐらい、普通に持ってるとねもう質感的には全く一緒なので、見た目もほぼ変わらないんで買い替えて新しいっていう感じはないかなっていう、その普通に使ってる面ではっていうところですね。常時表示とかありますけど、これはそんなに新鮮味はなかったかなっていうのが正直なところですね。じゃあ最後その14 Pro ね買うべきかどうかみたいなところですけども、正直やっぱ13 Pro から買い替える意味っていうのはあんまり感じないかなっていうところですね。1日使っただけですけど、やっぱさっき言ったようにカメラっていうところで言うと、普段使いする分だったら13 Pro でもね十分綺麗なんで、結構完成されてるんですね。13 Pro も充電持ち良かったりとか、画面自体も 120Hz になりました滑らかな画面になってるんで、そんな変わんないかなっていうところですね。なんで無理に別に変える必要はないかなっていうところですね。僕もなんで YouTube やってなかったら多分変えてないです。はい。仮に12 Pro とかなら予算が許すんだったら変えてもいいかなとかですね。シネマティックモード使えたりとか、バッテリー持ちの部分とかですかね。あとその画面の滑らかさみたいなところ、そこら辺の3つですかね。そこら辺にやっぱり興味あって予算がある程度、ちょっとお金出してもいいかなっていう感じであれば、バッテリーへたってきたりとかね、2年になると思うんで、そこら辺ならありかなっていうところですし、11より前ならまず11自体例えば5G 対応してなかったりもあるんで、そこら辺より前とかね iPhone8 とか10とかね 10S とかそこら辺から変えるのは全然いいんじゃないかなと。充電持ちとか画面もやっぱ全然綺麗だし、そこら辺から変えるとかなりカメラはねめちゃめちゃ綺麗に感じると思うんで、カメラとかねその動画とか今後なんかやっていきたいなって思うのであれば全然僕はありかなと思いますね。11以前だったら。14 Pro に関しては今後もね、1週間はいろいろちょっとレビューしていったりもしますので、あとiPhone、今後14の情報とかですね、今後の Apple 製品についてAirPods Pro ね、とりあえず来週来ますので、そこら辺もレビューしたいと思いますので、気になる方ぜひね、チャンネル登録とこの辻ベルを押してお待ちいただければと思います。はい、あとこの動画少しでも役に立ったなと思ったらグッドボタンも
お願いします。あとコメントですね、こういった機能はどうですかとか、ちょっと細かいところとか、何でもその気になること気軽にですねコメントしていただければと思います。はい、基本的に全部見てますんで。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。パープルはねかっこいいわ。でもやっぱスペースブラックでもよかったなっていう感じしますね。はい。今後やっぱちょっとケースとか、ちょっとアンカーのね、なんか 30W のやつもね、これコミュニティに載せたやつですけど、これいいね。これで 30W って M2 Air もいけるから、MacBook Air もね、充電できるんで、その周辺機器みたいなところはちょっとね、いろいろこれから来るんで、案件みたいなのいっぱいあるから、で、Mac のレビューとかもね、ちょっとまたやっていきたいと思いますんで、AirPods Pro も楽しみだし、はい。13 Pro から変える必要ないかな、正直ね。ダイナミックアイランドも面白いけどって感じ。またちょっと1週間ぐらい使ってみてまたレビューしたいと思います。はい、さあ、そろそろ早く夏が終わるかな。まだ暑いよな。